第一章悪意の正体。浴室から出て、もう寝ようとしていたところで、私の携帯が鳴り始めた。電話に出ると、レイチェルの声が聞こえた。ジェン、あなたの兄は明日帰ってくるんだ。会えない？今夜が最後の騒ぎにしたいの。今夜を逃したら、なかなか会えなくなるだろうし。それで確信した。私は生まれ変わったのだ。彼女は前世でも私に同じ正体をしていたが、その時、私は現地に行っても彼女の姿はどこにもなかった。彼女に電話すると、彼女は私に個室で待つようにと言った。私は永遠のように待ったが、彼女は現れなかった。彼女に何かあったかもしれないと心配し、私は彼女に何度も電話し続けた。ちょうど警察に電話しようとした時、レイチェルが私の両親と予定より早く帰ってきた兄を連れて現れた。彼女は泣きじゃくり、私に罪をなすりつけたのだった。彼女がザカライアスに私を強姦させたの、離婚させるためにね、あなた。私は説明しようとしたが、兄は私の腹を蹴りつけ、両親はすぐに警察を呼んだ。警察がすぐに到着し、私は弁解した。彼女が私を呼び出したんです。私たちはついさっきまで会っていません。私が誰かを送って彼女を強姦させることなどできっこありません。さらに付け加えた。それに仕事がすごく忙しかったんです。ザカライアスにはほぼ1週間会っていません。どうやって陰謀を企てる時間があったって言うんですか？しかし、私が最も信頼していた恋人、ザカライアスは私を裏切ることに決めた。彼はレイチェルの前でひざまずいた。震える声で彼は言った。ごめんなさい、レイチェル。ジェンがやらせたんだ。やらなければ自殺するって言うんだ。僕には選択の余地がなかった。ごめんなさい。彼の証言は私が持っていたどんな信頼性も消し去った。警察は私を連行した。両親は恥辱にまみれた。あなたのような魔女を育てたなんて信じられない。自分の兄に執着するなんて？裁判の時、レイチェルはまるで精神的に崩壊したかのように顔を覆った。姉さんと私は赤ちゃんを授かっているのに、彼女のせいで強姦されて赤ちゃんを失ったの？医者からこれが最後の妊娠のチャンスだったかもしれないって言われたの。私はすぐに個人情報をさらされ、インターネットは止まることなく私を攻撃した。投獄された後、兄は囚人たちに私を虐待させ、体中あざだらけになるまで続けさせた。私はレイチェルとザカライアスの間で何が起きたのかを思い悩む日々を過ごし、結局、うつ病で死んだ。私の死後、レイチェルとザカライアスが互いの初恋相手だったことを知った。別れた後、二度と会うことはないと思っていたらしい。まさか私の兄と私が彼らを再び一緒にすることになろうとは。昔の恋心は消えていなかったようで、再会した瞬間にこの計画を考えついたのだ。私の死後、あの卑劣な二人は私の家族に危害を加え始めた。彼らは両親を精神的に追い詰め、父も母も死んでしまった。姉さんも通勤途中の交通事故で死んだ。私たち家族の全財産は彼らの手に渡った。これが私の2度目のチャンスだ。この悲劇を再び起こさせはしない。第2章復讐への第一歩。レイチェルは舌打ちした。何か言ってよ、ジェン。彼女の声で私は我に返った。私は憎しみを押し殺し、冷静に答えた。ええ、今すぐ行くわ。最高だわ、ジェン。私はニュームーン3601号室にいるわ。彼女は電話を切り、私は素早く小型の盗聴装置を注文した。配達は早く、私は恋人に電話した。忙しい、ザカライアス？レイチェルがバーに誘ってきたんだけど、もうすごく遅いし、
私たち2人だけの女の子だから危ないかもしれない。一緒に来てくれない？ザカライアスはむせた。あまり動き回りたくないって言ってたよね。すごく忙しかったし。私は怒ったふりをした。他の女の子と付き合ってるの？わかったわよ。だから私と一緒に来たくないんだね。いいよ、私も行かない。自分でイケメンを捕まえるから。ザカライアスはすぐに態度を変え、30分後に迎えに来ると言った。彼のタイミングは完璧だった。30分後、彼は1秒の遅れもなく現れた。私は彼の服のシワを伸ばした。相変わらず子供みたいにせっかちね。襟くらいは伸ばしなさいよ。私は装置を彼の襟の後ろに取り付けた。ザカライアスは私の方にキスした。君は最高だ、ジェン。私は吐き気を覚えたが、我慢しなければならない。もっと大きなことがかかっている。事態は前世と同じように進んでいた。私たちが到着したとき、レイチェルは自分がいるはずだと言った部屋にはいなかった。ザカライアスは緊張して唾を飲み込んだ。多分、渋滞に巻き込まれたんだろう。私は冷静にビールの缶を開けた。まあ、彼女抜きで始めようか。しばらくすると、彼は落ち着きをなくしていた。まだ来ないな。何かあったのかもしれない。私は彼を無視して自分でドリンクを作り始めた。彼が言った。もう待てないよ。先に行っててくれ、ジェン。僕が彼女を探してくる。私も一緒に行くと私は主張した。彼女は私の義士だし。彼女に何かあったら兄に殺されるわ。ザカライアスは私を止めた。いや、邪魔になるだけだ。君は飲みすぎだ。もしレイチェルが本当に危険な目に遭っていたら、二人とも面倒を見ることはできない。そう言うと、彼は私が何か言う前に急いで立ち去った。私の唇に笑みが浮かんだ。事の成り行きに満足して、私は携帯を取り出し、警察に電話した。はい、ニュームーンで強姦事件を報告したいのですが。電話はすぐに終わり、私の手は興奮で震えていた。もうすぐ時だ。私は両親と兄にメッセージを送った。レイチェルが危険な目に遭ってる。ニュームーン。緊急だ、今すぐ来て。バーは私の家の近くだった。10分もしないうちに、両親は武装した一団を連れて現れた。姉さんは私にメッセージを送った。状況を教えてくれ。今向かっている。母は顔色が悪かった。震える声で彼女は尋ねた。レイチェルはどこ？彼女に何があったの？私は恐怖に立くふりをした。あ、彼女は部屋に連れて行かれたの。私が男を止めようとしたけど、殴られたの。私は出血している腕を見せた。親戚たちは恐れて目をそらした。そのことは後で何とかなる。彼女がいる部屋はどこだ？父は私の出血している腕を押さえたが、気にかけているのはレイチェルだけだった。3601号室。ついてきて。私は言った。第3章告発。私は一団を連れて廊下を進んだ。他の客や店員は私たちから目が離せなかった。ここだ。私は部屋のプレートを指さした。父はすぐにドアを蹴り開け、彼らが見たものに衝撃を受けた。ザカライアスとレイチェルは裸で絡み合っていた。彼らの恍惚とした表情はパニックに変わった。レイチェルは悲鳴を上げ、手近な服を掴んで身を覆った。ハロルド、シンディ、何してるのここで？ザカライアスは慌てて起き上がろうとした。服を探して身を覆おうとしたが、すべてが入り口付近に散らばっていた。これは一体どういうことだ？父の顔の血管が脈打っていた。レイチェルは泣き始めた。
ジェンが一杯やろうって誘ってきたの。仕事の後の気晴らしだと思ったのに、彼女がザカライアスに私を強姦しろって言ったのよ。ザカライアスは裸であることも気にせず、すぐにひざまずいた。すみません、ロレンゾさん、ロレンゾ夫人。僕には選択の余地がなかったんです。やらされたんです。ジェンは姉さんが結婚したら自分をもう愛してくれなくなるって。彼女はレイチェルが姉さんのすべての関心を集めていることに嫉妬しているんです。彼は付け加えた。レイチェルが汚されたら姉さんは彼女と離婚するって。彼女は僕にやれって言うんだ。さもないとビルから飛び降りるって。でたらめだわ。私はザカライアスを平手打ちした。父は考えなしに私を押しのけた。恥を知れ、ジェニファー。姉さんはお前の兄だぞ。彼は私を殴ろうと手を挙げた。母は涙を浮かべた。私が一体何をしたっていうの？こんな娘を授かるなんて。おじが父を止めて私を殴らせなかった。落ち着け、ハロルド。彼女をかばう気か？彼女が何をしたかわかってるのか？父は震える指で私を指さし、一瞬で何十年も老け込んだように見えた。外には群衆がいて、彼らの話し声はしばらく私たちの声をかき消した。あの女の子、信じられない。義士を強姦させるために誰かを送ったって？若いのになんて邪悪なんだ。兄の彼女が自分の義士を嫉妬してるの？うわぁ。レイチェルはみんなが今は自分側についていると知り、さらに大声で泣いた。姉さんは明日帰ってくるのにもうどうやって彼に顔向けすればいいの？ザカライアスもそれに調子を合わせた。ジェンはこれが最後のチャンスだって言いました。ロレンゾさん、ロレンゾ夫人。僕がやらなければ彼女がビルから飛び降りるって。私は彼を見つめた。本当にそれが事実だと確信してるの？彼は少しも恥ずかしげもなくうなずいた。ああ。チャットの履歴もあるからね。どんなチャット履歴だ？姉さんロレンゾ、私の兄が帰ってきた。飛行機に乗ったに違いない。姉さんは6フィート4インチ約193センチメートルで、ザカライアスはたった5フィート7インチ約170センチメートルだ。彼は威圧的だった。ザカライアスは震える手で携帯電話を差し出した。彼女が僕にレイチェルを強姦させたことを証明するやつです。誓って嘘じゃありません。でなければ神の罰が当たりますように。姉さんが読み進めるにつれて、彼の顔はますます曇っていった。違う、説明させて。兄の蹴りはあまりにも強く、私は壁に叩きつけられた。いつから君はこんなに卑劣になったんだ、ジェニファー？レイチェルは姉さんの腕に飛び込んだ。私は汚されたの、姉さん。私たち、離婚すべきよ。姉さんは彼女を抱きしめ、心を痛めているようだった。しかし、私を見たとき、彼の目にある憎悪は、私が死ねばいいと思っていることを物語っていた。彼は私を攻撃しようとしたが、2人の警察官が急いで現れた。強姦事件の通報を受けました。被害者はどこですか？レイチェルは床に倒れ、警察官のすぐそばに着地した。助けてください、おめぐりさん。私の忌まわしい義妹が、兄と私を離婚させるために誰かを送り込んで私を強姦させたんです。ザカライアスが付け加えた。僕は自白します。でもやらされたんです。証拠があります。姉さんは携帯電話を警察官に渡した。チャット履歴がそこにあった。警察官はそれを読み、仕事を続けた。で、警察を呼んだのは誰だ？私は冷静に手を挙げた。私です。空気が凍りついた。姉さんは呆然として私を見つめた。お前が？彼は私がなぜそんなことをしたのか理解できなかった。
きっと罪悪感を感じてるんだ。彼女を逮捕してください、おめぐりさん。警察官は眉を潜めた。この女性が背後にいることを証明する他の証拠はありますか？レイチェルとザカライアスは呆然とした。ザカライアスは口ごもった。僕はどうですか？私は冷笑した。みんなが私に注目した。私を陥れようってわけ？あなたには実際の証拠はないんだよね。じゃあ、私の証拠を聞いてみる？私は携帯電話を取り出し、動画プレイヤーアプリを開いた。さあ、皆さん、これを聞いてください。